people! Welcome back to my studio blog and thank you for your support as always. 前に購入した新しい布がすっごいたくさんあるから、ちょっと全部は見せれないけど、一部紹介したいと思います。私は、これ好きです。これとこの次の赤が、なんか万華鏡みたいで可愛いって思って、最近も新しい作品に使っていますね。割とよく登場しています。さっきの青と赤。割とね、この回で選んだ布は、どれも細かい柄が多いかな。これさっきの赤の色違いだ。発色がね、本当にどれも綺麗で、ほとんど USA コットンなんですけれど、やっぱりね、アメリカのテキスタイルは、色が綺麗なのももちろんなんだけど、柄もね、すごい可愛いのが多いので、手に取るだけでワクワクするような柄が多くて、楽しいなって、いつもね、作品作ってる時も思うけど、お買い物してる時もね、思う。あとは、緑色を多く買いました。買い物行く前に、自分の部屋の布を収納している棚と、あと端切れ、本当に細かくなっちゃったちっちゃい布はカゴに全部バサッとまとめて入れてあるんですけれど、その中を見て緑色がちょっと圧倒的に少なかったので、緑を買おうと決めてから行きました。あとは買う時のポイントは、なんか季節も結構私大事にするかも。今冬で、多分今作ってる作品を個展で発表するときは春から初夏にかけてなので、爽やかな色の作品を発表したいなっていう風に思うので、落ち着いた色だけじゃなくって爽やかなビビッドな春夏らしい色っていうのを選ぶように意識して買いました。今日はですね、今紹介した新しい端切れを使って作品を作っていく様子をお見せしようと思います。これは今、作品の裏側に下書きを始めたところです。太いシャープペンシルの芯を使って描いています。実際でも縫い始めると鉛筆の線に沿って完成するっていうことはあんまりなくって、ちょっとアレンジ加えちゃったりもしているので、じゃあ書かなくてもいいじゃんっていう話になるんですけどなんとなく書いたり書かなかったりって感じです。あとは写真を使ってなぞり書きみたいな、なぞり縫いか、私の場合はする時もあるけれど、この後ミシンで縫ったんですが、全くカメラがですね動いていなくてですね、撮影できておらず、いきなりちょっと完成品を皆さんにお見せすることになります。ごめんなさい。今日はお昼くらいから
作品途中だったのを作ってて、2つさっき完成させました。で今夜は22時、夜の10時からインスタライブをするから、ちょっとその準備をしつつ、まだね、だいぶ時間もあるから、もう1個くらい新しい作品を描こうかなと思ってます。この日は森永の大粒のラムネを初めて買ってきた日で、なんかツイッターでラムネを食べるとブドウ糖の効果で集中力が増すっていうのを見て初めて食べてます。噛んで食べるのが正解だったかなってなんか考えながら食べている日でした。それでは始めます。このキャンバスに隅がね汚れちゃったりするから、このカバーをつける。ちょっとこのカバーもねボロボロになってきちゃったから、また新しく用意してもいいんだけど、こっち細いのしかない。1個どっか行っちゃったから1個細いので代用してる。iPad で下書きしてたものがあったと思うんだけど、1個ずつやってこうかなと思うので、まずは配置して、これから、こっからやろうかな。これからやろうと思います。針セットして縫っていきます。今枠が縫えたから、次ここの切手の台紙の部分を布を選ぼうと思う。何色がいいかな？切手の絵は、まずはじゃあ植木鉢にしよっかな。ってことは、葉っぱが、緑にするから、台紙はなんか、淡い色にしよっかな。チェックとかどう？なんか黄色のチェックあった気がする。どこ行ったかな？どこしまったっけ？あ、これもかわいい。これが台紙で、ちょっと考えてみるね。これが台紙で、この上に、ピンクの葉っぱとか、どう？ちょっとチカチカするか。あえて、グリーンが台紙で、とか。1個目は無難にいく？これ、合わせやすいんよね。これにしよっか。これで、上にグリーン。これが台紙で、グリーンの葉っぱと、なんかね、ピンク合わせたいなーと思ってて、そんなに濃すぎない色。これかわいいけど、でもこれとさ、これだとちょっとさ、柄の雰囲気似てるよね。このなんか、マーブルというか、もやーんってした柄がさ。だから、ちゃんと柄が入ってるやつがいいかなと思う。意外とないな、ピンク。あ、これはいいかもいいかも。これとこれにしよう。で、植木鉢は、なんか柄がいいな。このぐらい派手なのにする。これもうほんとちょっとしか残ってないけど。協議の結果、この4色を使うことになりました。赤いモリスの柄の布と、ピンクのクマちゃんがお散歩してる、わかる？ここクマちゃんがお散歩してる布と、グリーンのテキスタイルと、サーモンピンクを、これを台紙にします。
手なので、少しなんかデザインを、装飾を入れてあげようかなと思います。額装のフレームみたいに見えるように、もう一個飾りのラインを入れていきます。ひっくり返すと今こんな感じです。切っちゃうね。切手の台紙を縫うことができたので、さっき選んだこのピンクとこのグリーンを使ってモンステラの葉っぱを描いていきます。もうこれしか残ってないけど、でも大事に使います。あ、かわいいかわいい。いい感じじゃない？ピンクとグリーンの組み合わせ、ほんとかわいい。ちょっと桜餅みたい。できました。かわいい。ピンクとグリーンの組み合わせ、正解だったね。使った布は、この3色と、ちょっとね、もう残りが本当にわずかになっちゃったけど、この赤いのを、植木鉢にね、使いました。本当にあと、これしかない。まだ使えるので大事にね、使います。では、まだ作品の全体を見たときに、1個しかできてないから、続けてどんどんこっちの方も続けて作っていこうと思います。もう、結構時間ギリギリ。最初のライブなんだ。髪の毛もまとめてきました。ちょっとこれをつけてさ、今日初めてやってみるからさ、うまくいくといいんだけどさ、これちょっとゴムつけるからさ、ちょっと恥ずかしいから、ジャケット着れる服にした。じゃあやってこようと思います。バイバーイ。楽しんできます。
はようございます。昨日は結局10時から12時くらいまでインスタライブを2時間もしてました。昨日ここやってて、ライブでこの2つリクエストがあって、チューリップの花瓶と、こっちチューリップの花瓶ね、と魚を縫いました。24年の個展のスケジュールを皆さんとシェアして、いただいたコメントの中に、個展までの準備期間をこうやってインスタライブとか SNS の投稿とかでこんな風にして楽しむことができるのもすごく楽しいですっていうコメントをいただいて、私もなんかそれすごく嬉しくって、確かにどんな風に作ってるんだろうなとか、どうやって準備してるんだろうなみたいなのをもっと皆さんといっぱい共有できるように、今年は今まで以上に YouTube の投稿もね、もっとやっぱり頑張りたいなっていう風に思いました。せっかくいっぱいアイテムも、カメラ周りのアイテムもいっぱい買ったので、使いこなせるようにしたいと思います。はい。それでは、今日の動画はここまでですが、また次の動画も見てください。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。また見てね